チェンバーボーン、アップデート6。我らがビーバーが 4K になって帰ってきたゲーム自体はもともと 4K 対応してただろうが、アップデート6になって色々追加されてビーバーたちの技術もアップ。なのでハードの世界でもきっと楽園が作れるはず。ビーバーのハードは気を抜くと絶滅する厳しい世界だけど大丈夫か？何年ビーバーやってると思ってるんだ、楽勝だよ。そういやお前頭ビーバーだったな。過去に3000ビーバーやフォークテールで完全自動化の楽園作ってるので見てない方は過去動画をどうぞ。露骨な宣伝入りまーす。ではビーバーたちの世界に、礼っちゃおう。今回はハードまだやってないフォークテールにしようかな。マップもまだやってないこちらの山脈。天然水のためなら、ビーバーは高くそびえ立つ山々に登る覚悟だってできている。ビーバーの覚悟しかと受けた、山を制覇し水源を確保するぞー。難易度はハード、目標は完全自動化のビーバーの楽園。今回は納得いくまで100サイクルだろうとやってやらー。人間が生き残れなかった過酷な世界。しかし自称ビーバー上級者レイム、この後激しく後悔することをこの時の彼女たちは知らない。そうなの？ではこの地に地獄の楽園を築くぞー。開拓地の名がそれかよ、まんまだな。そういえば今回はモッドも入れて、一人称視点で愛らしいビーバーたちが観察できます。ビーバーたちのご入場です。あらかわいい。アホズーラー。では周囲の確認。綺麗な水と水が交差する川辺。水源は多分あの山の上かな？小や水を制するには登山が必須だ。全体像はこんな感じ。アプデかモッドの効果かわからんが、上空撮影もできるようになったのな。拠点の周辺はこんな感じで、水源は山の山頂のこの2箇所だけみたい。お水源は他の山だから使えるのはここの水だけっぽいな。まあ高低差ある分ダムは作りやすいから、ここせき止めればそれだけで水の確保は余裕かな？そこにダム作るとしてもとりあえずまずは山登りしないとだな。あいよ。では街づくり始めまーす。おらー、拠点移動じゃー。行政たちの木。効率良さそうに道を敷いて邪魔にならないところに地区の中心を移動。さてどんどこ建設予定出してきましょ。ビーバーの命をつなぐポンプとタンク。初期物資でベリー90個あるけど、すぐ食べちゃいそうだから農場っと。町の中心移動したのもあって広い人参畑ができたぜ。前はなかったような気がするひまわりもあったので、これもアーキスティックに植えてみよう。ああ変な植え方すんなよ。収穫のタイミング違うんだから農家さん困るだろ。舌打ちすな。誰だー、ベリーを地面にぶちまけたのは。犯人はお前だ。そうだった。でもそこにあると食べれないので急いで倉庫も作らなきゃ。完成するまで飯抜き。で建物の建材となる丸太も用意しなきゃなので、木こりの起点もホイホイホイ。初期の丸太は大事だから無駄遣いしないようにな。こっちの方は緑地化できてて木も生えてるから、植林するのも良さそうだね。だな。ではビーバーたちよ、ここに楽園を築くぞ。行動開始。ではここからはしばし愛らしいビーバーたちをご覧ください。仲間と遊ぶ楽しい時間は風のように命の水がきらめく川ビーバーたちは笑顔でダイブ幸せな時が溢れ出す命の水よ絶えず流れて乾いた夜には月を見上げビーバーたちが静かに祈る明日もまた川が流れて命の水を運んでくれと命の水がきらめく川ビーバーたちは笑顔命の水よ絶えず流れて
たちは知っている。命の水は魂の歌、心に刻む永遠のリズム。命の水がきらめく川、リーバーたちは笑顔でダイブ。幸せな時が溢れ出す。命の水よ絶えず流れて。愛らしいビーバーを堪能しダムも完成。さあ対岸の多くを伐採開始。霊夢の謎歌が立派な歌になった。エンディングはビーバー界の大御所ジャスティス・ビーバーさんに依頼しといたよ。誰だよそれ。家と作物用の倉庫建設依頼。人参の収穫が始まる前にできるといいな。翌日には完成したので研究を進めるため発明家を建設。建物アンロックしないと何もできないぜ。ここで最初の干ばつ警告。最初の干ばつだしダムあるから多分平気かな。丸太だけで作れる福利厚生、キャンプファイヤーを作りましょ。お、人参が大豊作だ。これで食料は当分大丈夫。製材所を建設して板の生産も始めるぞー。動力は安定の回し車。こっちみんな。川よ。まあ水車もついてるので今はこいつの動力意味ないけどね。おい。干ばつの時だけフル稼働で。で最初の干ばつが襲来。4日間か、これなら大丈夫だ。あー滝の水が消えた。さらば命の水。カッサカサやで。汚水混じりの川が干ばつし緑地が消えた。研究ポイントが溜まったので木の階段を安路を置く。町の中心横の段差に階段をかけるのだ。この奥には枯れた木材がある。これを伐採し建材にするのだ。序盤の貴重な木材確保は遠征になりそうだ。森番の詰め所もアンロック。植林を開始し丸太の供給を急ぎましょ。この世界丸太マジ大事。仕事を終えてのんびりするビーバー。農家さんは仕事終わっても帽子かぶってる。こういうのなんかいいな。愛らしい。そして川の水が枯れることなく干ばつが終了。いのちの水。はい、お得意のお歌入りまーす。うえー、滝前にも水が来たー。ひやかー。歓喜するビーバーノーレイム、数十メートルあるであろう滝にダイブ。意外と段差低くてケツ打った。二つに割れたね、やったね。はい、回し車停止。楽しい回し車の時間は終わりだ。建設に回れ。子供ビーバーが大人になり始めたので運搬員の拠点を建設。伐採ビーバー用に葉を研ぐ葉の砥石も設置。これで葉が欠けても大丈夫。うおー、登山の開始じゃー。まだサイクル2だぞ。大事業をするには早くねえか？ここを制覇せねばどの道遠からず滅ぶ。このマップ、意外と難しいかもしれん。木材足りるかな？上まで行けば木が生えてるぜ。農家を増やして作付け面積拡張。人参&じゃがいも。町の中心裏の木材消滅。ビーバーが通った後は何も残らない。さらなる遠征の始まりだぜ。畑の作付けが終わったところで8日間の干ばつが襲来。そしてカッサカサになる畑。このおバカ、それは先に確認しとけよ。頭ビーバーかよ。糸かなし。干ばつで汚水が流れてないうちに、対岸の木材も取りに行くどう？植林した木が育つまではマジ丸太貴重。階段の建設が終わったー。山頂の木も切り放題だー。これは朗報。よしここに水門を作る。高さを確認して設計だー。完成すれば干ばつ来ても当分平気そうだ。建設予定はこんな感じ。へこんだところに30水門を設置予定。研究ポイントが足りずまだ水門は未開放です。上で切り出した丸太をそのままダムまで運べ。効率よく作らんと干ばつに負けるぞー。あ、やべ、川が乾かないようにポンプ止めてたら貯水がなくなってた。川よりビーバーが乾く方が問題だ。さっさと再稼働だ。喉乾いてるアイコン出てる。すまぬ。そして無情にも貯水ゼロのまま川が枯れた。安定のやらかしー。残り1日ならなんとかなる？怪しい。いのちの水。乾いた大地に染み込む命の水。被害なし、ギリセーフ。危ないところだった。
3サイクルになって町っぽくなってきました。水門が完成して植林した木が育てば安泰だぜ。ヤシさん、喉の渇きでお亡くなりです。すまぬ。川の水は戻ったが汲むのが間に合わなんだ。干ばつ中にケチってポンプ止めなきゃよかった。結果2匹の犠牲を出してしまったので、お詫びの意味も込めて小さいタンクを増設。でお次はさっきより短い7日の干ばつ到来。田中。この前までやってた別芸のネタを入れるな。見てなかった人には通じないぞ。ごめんちゃい。で前回の失敗を踏まえ、ポンプ稼働しっぱにしたら川が枯渇。干ばつ残り2日、人参枯れるまであと 1.7 日、いわゆるやっても歌である。小屋中くらいのタンク作るために歯車も作った方が良さそうな予感。工場増築。でもビーバー不足なので動力は水車に頼らざるを得ない。干ばつ中は休み。いのちの水。田中の文字もどことなく満足げに見えるぜ。中くらいのタンクをアンローク。貯水があれば川が枯れても少し耐えれる。水門も残り一つ、タンクに建材回す前にこっちを優先的にしていくと。これがあれば長い干ばつとも戦えそうだ。間もなくアクシオがやってきます。もうアクシオ来るの？まだ対策何もしてないよ。まだ4サイクル目なのに。序盤のアクシオ出しタンクがあれば多分乗り切れるはず。レイム、慌ててタンクを増設するの巻。ここにも汚水が流れ込む。作業中断。汚水を浴びたら病気になるぞ。道を破壊した地入り禁止。水は汲めるだけ汲んだ。これで耐えるぞー。これならダム建設後回しにして中くらいのタンク作っときゃよかったな。アクシオが始まりました。いやいやちょっと待って、9日っておかしいよ。これ序盤で規定期間じゃねえよ。最初のアクシオって3日くらいだと思ってた。せっかく植林したのに汚水の範囲に入ったら問答無用で即時に枯れる。木材だけじゃねえ小屋食料もやばいぞ。今やれるのは水を汲むだけ。ギリッギリまで水を汲むのだ私の愛らしいビーバーの楽園が真っ赤っかに。何が田中が、このクソが田中に八つ当たりしてんじゃねえよ。小屋耐えた後は急いでアクシオ対策しなきゃ。爆弾が欲しいけど作るのが大変。製鉄所で鉄を作ってそれで汚水用のポンプ作ってそれから爆弾工場だったかな。このマップスクラップ集めるのすら山登りだよ。辛い。そして干ばつ残り 2.5 日でタンクの貯水ゼロになった。こりゃ本格的にギリッギリのギリだ。もう今のうちからタンクにスタンバイさせて、すぐにでも水汲める体制にしなきゃ。いのちの水。さあビーバーたちはどうなった？よっしゃー、ギリまだ誰も干からびてないぞー。お奇跡の生還。お気づきになっただろうか。はぁ？実は食料も枯れていた事実を。しまったー。なんてこった。私の愛らしいビーバーたちが、今回のチャレンジ、5サイクル目でフィニッシュです。レイムの叫びが山にこだました。フォークテールはかつての人類と同じ悲しい運命にあった。これで終わりだ。自然の恵みをうまく活かせないと、自然はそれを取り戻そうとする。終わり。私は諦めんぞ。このデスマウンテンに必ず繁栄を築いてやる。枯れた川辺に積まれるピガが乾いた大地が赤く染まって乾きの苦しみ仲間を奪い気づかれてゆく悲しみの山戦いの後に残る葉の跡水を求めて殺し合うさがって氷河期の渦巻く乾いた川でまた一つまた一つ命が消える命の水よなぜ去りゆく仲間の死骸に祈りを捧ぐ清き流れはまんまはなく魂を沈めて眠れ安らかに染まった牙と爪には最後の瞬間刻まれている乾きの板に
まままた新たなる争いの渦へ怒りと悲しみ交錯する中積み上げられる仲間の亡きが命の水よどこへ消えた仲間の魂に安らぎあれと清き流れはもう戻らず魂を沈めて永遠の眠りへ命の水よどこへ消えた仲間の魂に安らぎあれと清き流れはもう戻らず魂を沈めて永遠の眠りへ命の水よどこへ消えた仲間の魂に安らぎあれと清き流れはもう戻らず魂を沈めて永遠の眠りへ命の水よ許しておくれ仲間の魂を導きたまえ清き流れと共に安らぎ永遠の眠りに包まれるままでてな感じで初回プレイで失敗したところでデスマウンテン編がスタート。今回はここまで。なお、ジャスティスビーバーさんの MV の倒れてるビーバーは AI が生成した寝てるビーバーなので生きてますのでご安心を。びっくりさせるなよ、ただの MV かよ。次回からちゃんと楽園と向かって開発されてきますのでご安心をば。少しずつ幸せになってくビーバーたちが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。